綺麗な海ね。みんなついてきてる？プロデューサーくんはいるわね。ゆっこちゃん、エミちゃんにすずほちゃん。はい、呼ばれて飛び出てゆっこです。元気です。ついてきてます。元気です。はいはい、毎度毎度のエミちゃんやで。人生では迷い道の真っ只中や。って誰がアイドル迷走中やねん。うちはこの夏一番の太陽になりたいよ。ってそれ太陽やらへんがな。すずほっち、そないな着ぐるみどこにしまっとったんや。一発ネタに命かけすぎやで。はいはい、いいから着替えてきて。まだ目的地に着いたわけじゃないのよ。うち体張って頑張りたいっちゅうところを見せたつもりだったんやけど。いやー、すずほちゃんの着ぐるみには毎度驚かされますね。かあ、そう言ってもらえんのバリ嬉しか。みんなこんなところでそんな体力使ってる場合じゃないの。ほら、目的地へ向かって歩いた。川島さん、今回はだいぶチャキチャキしてんな。そうですね。ところであかねちゃんは？走って行っちゃったわよ、とっくに。自由すぎる。着いたわね。ここが本当の目的地。今回合宿でお世話になる旅館よ。お、川島さん、プロデューサー、みんなも遅かったですね。あかねちゃんが一人で走って行っちゃったから。すみません、夏のパッションを抑えきれずに。パッションなら仕方ないですね。って笑ってる場合か。で、川島さん、今回はどうしてこんな旅館までやってきたと？せや、そのあたり聞かせてもらってなかったわ。そろそろ教えてちょんまげ。説明するわ。プロデューサーくんがね。ズコー。正統派アイドルソング。そう、この夏正統派のアイドルソングを引っ提げて私たちはフェスに乱入するのよ。もちろん正統派アイドルとしてね。やたら正統派を強調しますね。まあうちら言うたらバラエティ班やからな。バラドルエミちゃん言うたら業界のお偉いさんにもバーターとして大人気やで。って誰がバーターやねん。けどそれでなして旅館に来たと？事務所のレッスンルームじゃダメやったんじゃろか。きっと地獄の特訓をするためでは。事務所でレッスンもいいですが、やはりハードなレッスンをするには険しい環境が必要ということではないかと。ほほう。がしかし海辺の旅館は険しくないのでは？そうね、理由はいろいろあるわ。けど想像してみて。海辺はアイドルにとって最高のスポットなの。寄せては返す波打ち際で。キャハー、冷たい。ほら、あなたもこっちへ来て。追いかけっこしましょう。私を捕まえてごらんなさい。
タベタやな。30年営業しとる中華屋のテーブルくらいベタベタやな。イメージが古すぎるわ。ああ、つまり正統派のアイドルっぽくなるべくそういう演技も特訓しようと、そういうことですかね。その通りよ。なるほど、追いかけっこは正統派アイドルですね。自信があります。あかねちゃんのその反応分かってない気がするけど、まあいいわ。この5人でユニットを組んで新曲を歌う正統派アイドルとしてね。そのための合宿よ。ついでにちょっと時間が余ったらビーチでエンジョイしたい。エンジョイしたいですね。川島さん、いいですか？いいわよ。おお！けど条件があるわ。合宿の期間内に歌とダンス、そしてパフォーマンスをきっちり叩き込んで完璧なアイドルになること。いいわね。わかりました。やっぱり目標がある方が燃えますね。みんなで一致団結して頑張りましょう。ちなみにリーダーは川島さんとしてユニットの名前とかはあると？せや、名前は大事やから。お笑い芸人でもインパクトがある名前やないと生き残れへん。それでユニット名は？サマーをもっと熱くするプリンセスたち、サマプリや。ベタや、ベタベタや。うち水筒よ。そんな感じでいいかしら。いい名前じゃないですか。この私もサイキックパワーを持ってしまったがゆえにサイキックアイドルと名乗ってはいますが、もともと正統派美少女、ふさわしいです。では早速始めましょう。この夏一番熱いイベントにするぞ。もう走れんて。なーに、2人とも若いのにもう体力切れなのかしら。朝練のマラソンは始まったばかりよ。バラドルのうちらが体力で負けるとは。川島さん恐るべし。あなたたち正統派アイドルが分かってないわね。体力を無駄遣いしすぎよ。というか頭からつま先までバラドルなのね。今面白い動きしても意味ないわよ。そらうちのおでこはこんなにピカッと輝いとるけど突っ込まないわよ。今日からの私は正統派アイドルなんですからね。川島さん厳しか。突っ込んでくれへんなんて。やっぱり川島さんは大阪を裏切った女なんやな。突っ込まないわよ。しかしなんでうちらに声かけたん？正統派アイドルちゃんのユニットがやりたかったらぴったんこな適材が事務所にぎょうさんおるやん。確かにそうたい。うちらは楽しかもんはすいとうけど、キラキラした可愛いのは正直あんまりうまくなか。だからこそよ。本当は面白いアイドルが正統派アイドルに扮して完璧なパフォーマンスを見せられたら、それって面白いと思わない？そうか？ほんまか？川島さんそれほんまに思ってます？
エミシャン、川島シャンの言うとるんはつまりエミシャンの持ちネタと同じたい。うちの真顔での標準語。いつもおもろいうちが真顔で標準語の挨拶をすることによるギャップ受け、それと同じってことか。確かに川島シャンはいつもそうたい。いい大人と見せかけてはしゃぐときは全力ではしゃいで、真面目なときは美人のお姉さ今回は真面目よ。ん。川島さん、いや川島パイセン。そこは川島さんでええんじゃ。お勉強させてもらいます。一緒に頑張りましょうね、鈴穂ちゃん。うちみんなを笑顔にしたいのは変わらんけど、可愛いって言われたらそれはそれで嬉しか。つまり頑張るたい。頑張りましょう。じゃああと5キロ走ったら朝ごはん食べに帰りましょうか。その後は夜までダンスとボーカルの猛特訓よ。ほんまに。ほんまよ。特訓を終わらせて1日くらいバカンスしたいでしょ。したい。バカンスしたい。じゃあバカンスに向けてよーいドーン。いっくでー。うおー。ゆっこちゃんはなかなか体力がありますね。エミちゃんは普通の人よりはあるようですが、まだまだ。あかねちゃんと一緒にいるとなぜか体力がついていくんですよね。うちかてバラエティ出たりして結構頑張ってたんやけど、天狗になってたんかな。上には上がいたわ。エミちゃん、何事も大事なのは謙虚さです。いやー、うちもまだまだアイドルのこと知らんな。これから知っていけばいいんじゃないですか。私も正統派アイドルのことはよく知りませんし。それについては私もよく知らないんですけどね。あかんやないか。でも川島さんが教えてくれました。まずは基礎体力をつけて歌を覚えてダンスを覚えて、それが全てできるようになってから初めて次へ進めると。ほう、川島さんさすが年長者ですね。まるでコーチかマネージャーか。そんな川島さんに私たちも負けてはいられません。体力をつけて歌を覚えてダンスを覚えて、それからなんやかんやあって、なんやかんやあって海に行きましょう。そっちが目的かーい。でもその通りですね。レッスンしなければ始まりません。トップアイドルの道も一歩から頑張りましょう。せやな、うちも正統派アイドルとやらにならなあかんし。ではレッスンしましょうか。おかしい。なんでレッスンしてたはずやのに森にいるんや。ランニングの後はレッスンの後はランニング。今はランニング中ですから屋外でもおかしくありませんね。せやな、突っ込む体力ももうないわ。疲れた。おや、どうしたんですかエミさん。元気がないですね。そんなに無口でしたっけ？
疲れすぎると人は喋れなくなるね。今日は頑張りましたからね。でもまだ終わりじゃありませんよ。この後は晩ご飯です。ほんまに？いや、うち最初にここに来た時から夕食が楽しみやってん。はあ、何が食べれるんかな。海の幸かな。楽しみやな。って喋れるじゃないですか。それくらいの元気がちょうどいいですよ。ご飯をいっぱい食べて元気が復活したらもちろん夜練の時間です。これがしばらく続くなんて大丈夫かな。大丈夫、優しくしますからね。みんな1日12時間もの猛特訓をよく乗り越えたわ。プロデューサーくんから一言お願いします。ありがとうございます。つまりごくり。歌は覚えた？ダンスは覚えた？パフォーマンスはバッチリ？覚えた。もうバッチシ大きに毎度あり。つまりレディース&ジェントルメン、ウェルカムトゥーザサマーカーニバール。みんな夏を楽しむわよ。やったー。エミちゃん泳ぎに行くわよ。はいな。プロデューサー、なんだかこういうのいいですね。私アイドルになる前ラグビー部のマネージャーをしてる時青春してるって思ってました。でもアイドルになって今こうして夏の海に仲間のみんなと来ていて合宿して遊んで、これも青春ですよね。アイドルになってよかったと思う瞬間、その2です。ちなみにその1はもちろんステージの上でファンのみんなと盛り上がる瞬間ですからね。ちなみにその3はこうしてプロデューサーと話している時間です。暑いですね。私も泳いできます。それではこんな時間を過ごせるなんて、やっぱりアイドルって最高です。夏の思い出一つできてしまいましたね。ここで英気を養ったらライブで燃え尽きますよ。楽しみです。プロデューサーも楽しみにしていてくださいね。いやー、いい天気ですね。サイキックてるてるゆっこの出番がありませんでした。ほんとね。あかねちゃんがいると晴れるみたいよ。晴れ女って本当なのかしら。その能力うちも得得できたらみんなもっと幸せになるかな。そればっかりは望んでも得得できる能力じゃないわよ。そうです。せめて得得するならサイキックパワーにしておきましょう。サイキックパワー？あらあら、また変な角度からツッコミが。ゆっこさん教えてください。
ゆっこちゃんはどげんしてサイキックパワーを得得したと？語ると長くなりますが、テンポよく言ってみて。このセットで能力開発できます。7つのサイキック道具に能力開発マニュアルと、今ならゆっこの解説ムービーディスク付け。なんとわってお高いんじゃ。それが今ならゆっこのファンクラブ特別価格、送料込み込み3キュッパでお願いします。買ったー。はいはい、冗談はそのあたりにね。あなたたちせっかく正統派アイドル目指したのに、やっぱり根っこはバラエティ班ね。すみません。まあいいんだけどそれがあなたたちのいいところってことは分かっているから。そうかな。サイキックテレパシーを使わなくても伝わっちゃいますよね。分かっちゃうの？なんでだか分かる？私がみんなより少しだけお姉さんだからかしらここは笑うところじゃないのよ。突っ込みなさいよ、バラエティ班でしょ。すいませんいいわよ。ほら鈴穂ちゃん、エミちゃんのところに行って泳いできたら？それでは私も。その前にゆっこちゃんには一つお願いしようかしら。何でもやりますよ、任せてください。スプーン曲げますか？スプーンはいらないけど、じゃあこれをお願い。では行きますね。もっと力強くお願い。この辺りですか？そうそう。あら、案外上手じゃない。これも夏の風物詩よね。楽しんでいたらあっちゅう間にライブの日が来てしまったと。ついに私たちの歌を聴いてもらえる日が来たんですね。燃えます。楽しみです。でもここを離れるのは名残惜しいです。そうですね。走り込みをしたりレッスンをしたり、一緒にご飯を食べたり枕投げをしたり、一日だけだけど海を楽しんだり、思い出がたくさんです。うちも始まる前はこげな楽しか合宿になると思わんかったと。メンバーのみんなにも恵まれたばい。私たちはいいチームですね、鈴穂ちゃん。あかねちゃん、バリ熱か思いいっぱい教えてくれて感謝しとうよ。いえいえ、チームというのは互いに得意なところを教え合い、苦手なところを助け合うものですから。あかねちゃんにいっぱい助けてもらった分はステージでお返しするたい。おっと、私の存在を忘れてもらっちゃ困りますね。忘れてなかったよ。ゆっこちゃんも面白いマジックをいっぱい教えてくれてありがとう。マジックではないのですが、それにエミシャンともおふざけやない正統派アイドルを一緒に目指せて嬉しか。それに川島さんにもいっぱい教えてもらえたばい。頼れる姉御肌はありがたかったですね。でも私たちだって鈴穂ちゃんに教えたばっかりじゃないんですよ。というと？私たちは鈴穂ちゃんの笑顔と明るさを教えてもらいましたから。
それと優しさも。褒められるのは慣れてないから照れるばい。みんな乗り込みましたね。ついにライブ会場へ向かう時です。ワクワクしてきました。落ち着きません。ペンデュラムを揺らして精神統一を。いえ、ゆっこちゃん、ここからは正統派アイドルで行きましょう。川島さんから教わったように。はい。じゃあサマプリ出発。着いたと。楽しみですね。みんなで頑張りましょう。お互いに手を取って協力してステージを成功させましょうね。二人ともなんだかおかしいような。おかしくなんてないですよ。いっぱい練習したじゃないですか。正統派アイドルモード。そうですね。鈴穂頑張っちゃいます。そうその調子です。もうすぐ本番ですよ。本番までこの調子が続くか心配だい。心配ですわ。みんな今日は私たちのステージ楽しんでくれたかな。お家に帰るまでがライブですからね。エミちゃんたちの正統派アイドル姿、記憶に焼き付けてってな。うちもう一生こんな清楚にならんかもしれんと。たくさん来てくれてありがとう。またね。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。正統派アイドルになりきるのも楽しかったですね。もう終わっちゃったなんて残念。なんだかいつもよりいっぱいお客さんに可愛いって言ってもらいましたね。そういえば手を振ったりアピールしたらめっちゃ可愛いって言ってもらえたわ。確かにサマカニだけにもういつもの2人に戻っちゃいましたね。でもいつもとは違う楽しさあったでしょ。今までだったら集まってくれたファンたちは今日はどう楽しませてくれるんだろうって目線を向けてたわ。その通りや。でも今日のファンたちはこの5人はすっごく可愛くて大好きだって目線で見てくれていたんじゃないかしら。そんな照れますね。見てた。めっちゃ見てた。見てたっていうか見られてた。ほんで可愛いうちもありなんやって思った。そうありなのよ。自分の可能性をキャラクターなんかで縛ることはないのよね。ユニットのお仕事や正統派アイドルソングはきっかけなの。なるほど。サイキックを封じることでユッコはただの美少女ユッコになってしまうけど、お客さんにとってはそれもありと。
まあ合ってるような合ってないような気もするけど、そういうことね。川島ちゃん。何？改まって。今回バリ勉強になったと。ユニットの仲間に入れてくれてありがとう。ほんまやな。うちお笑いが好きやからつい笑いに走ってもうてたけど、それ以外もありなんや。このサマプリってユニットの活動がそのきっかけになったら、私もプロデューサーくんも喜ぶわ。私たちも嬉しいですね。ええ、仲間と一緒に成長できるのなんて青春じゃないですか。照れるたい。なんや、こんな気持ちにさせられるなんて思わんかったわ。もう嫌やわ。いいわね、青春ね。なんてしんみりしたところで会場出ましょうか。プロデューサーくんが車を回してくれてる頃よ。帰ってきましたね。打ち上げに行くかとも思いましたけど。合宿していきなりライブでしたからね。ここに帰ってくるのが自然な流れですよ。さすがに私も疲れ切っちゃったもの。みんなより一回り上なんですからね。これでもちょっとは休憩を。打ち上げはやらんの？うちバリ楽しみにしとったんやけど。若いわね。でもほら、みんな疲れたでしょ。ライブにあと2回参戦するくらいの体力ならあります。私もサイキックパワーは無限のパワーですからね。若いわね。みんながそんなにやる気なんだったら、プロデューサーくんどう？やったったー。さすがに私はちょっとゆっくりしたいわね。どこに行きますか？やはりまた海ですか？山でもいいですよ。おすすめ打ち上げポイントをサイキックアミレットでダウジングしてみましょうか。いいポイントが見つかるかも。うちおいしいもんが食べれるとこがええな。うちのとっておきの着ぐるみを披露する時がついにやってきたと。みんなすごいわね。でも分かったわ。リーダーがへばってるわけにもいかないし。よーしみんな、夏を楽しみに街へ繰り出すわよ。